こんにちは。今年も青森のおばあちゃんの家に行ってきました。今回は青森のねぶた、弘前のねぶた、五所川原の立ちねぷたの3種類のお祭りに行ってきたので、それぞれ紹介します。青森県にはねぶたねぷた祭りという大型の灯籠を山車に乗せて街中を練り歩くお祭りがあります。もともとは中国から伝わった七夕祭りと、昔から青森県の津軽地方にあった少量送りなどの文化が融合し、後に灯籠流しとなり、それが変化してねぶたになったと考えられています。灯籠流しとは、竹で作った小さな灯籠に火を灯し、川などに流す行事です。七夕の動画の中で、もともと七夕というみそぎの行事があったと説明しましたが、このねぶたの元となった行事も、七夕のようなみそぎの行事として、7月7日頃に灯籠を流していたのかもしれません。現在も青森市のねぶた祭りでは、最終日にねぶたを乗せて海の上を運行する海上運行を行っており、灯籠流しが形を変えて残っています。ねぶたねぷた祭りは青森県の各地にありますが、特に有名なお祭りが3つあります。青森市のねぶた祭り、弘前市のねぷた祭り、五所川原市の五所川原立ちねぷたです。それでは各地のお祭りを紹介します。まず最初は青森市のねぶた祭りです。ねぶた祭りは青森駅周辺で行われます。開催日は毎年固定で8月2日から7日です。平日でも休日でもこの日にちは変わりません。有料観覧席もありますが、毎年速攻で売り切れるらしいです。今年もたくさんの観光バスがお祭りの前に到着していました。私は沿道で座ってみたり、立ち見だったりで、一度も有料席に座ったことはないんですが、結構体力を使うので、皆さんは有料席に座ってゆっくり見るのがいいかもしれません。ねぶた祭りは青森県のねぶたねぷた祭りの中で一番観客が多いお祭りです。青森市のホームページによると約270万人が訪れるらしいです。ねぶたには特徴的な人の絵が描かれていますが、これは歌舞伎を題材にした絵が描かれていることが多いです。青森市のねぶた祭りは凱旋ねぶたとも言われ、戦いに勝った後にみんなで喜んでいる様子を表しています。踊り手は跳人と呼ばれ、ラッセラーという掛け声で片足で跳ねるのが特徴的です。跳ねる人と書いて跳人と呼ばれます。ちなみにねぶたは跳人として一般の人も参加できますが、跳人の清掃をしていなければ参加できないので、お店で花笠や浴衣、たすきなどを一式レンタル、もしくは購入する必要があります。
朝のねぶたは青森駅近くのワラッセという施設に展示されますが、ほとんどのものは解体されてしまうので、皆さんもぜひねぶた祭りに行ってたくさんのねぶたを生で見てみてください。次は弘前市のねぷた祭りを紹介します。実は私はねぷた祭りを見るのが今回初めてでした。青森市、弘前市、五所川原市のお祭りは3つとも開催日がかぶっているので、いつも青森市のねぶた祭りに行っていました。弘前市は青森県で3番目に大きい町で、青森市よりも南にあります。弘前市のお祭りはねぷた祭りと呼ばれ、毎年8月1日から7日まで開催されます。青森市ではねぶたと言いますが、弘前市の場合はねぷたと言います。ねぷたを先導するのは津軽じょっぱり太鼓と呼ばれる巨大な太鼓です。これは直径 3.3 メートルの太鼓で、じょっぱりとは津軽弁で頑固、意地っ張りという意味があり、津軽地方の人々の負けず嫌いな気質を表していると言われています。ねぷたは青森市のねぶたと違い扇形をしています。なぜ扇形をしているかというと、昔この地を治めていた初代藩主の津軽為信の幼名が扇だったことや、末広がりの形が縁起がいいという理由で作られるようになったのではないかと言われています。弘前市のねぷた祭りは戦いに出陣する際の様子を表す出陣ねぶたと言われています。やーやどうという掛け声とともにねぶたをゆっくりと引いていくのが特徴的です。描かれている絵は三国志が多いそうです。ねぷた祭りが終わると、川の河川敷でねぷたを燃やす七日日送りが行われます。これはかつてねぷた祭りが終わった際にねぷたを川に流していた風習にちなんだ行事です。今回は見れなかったので、今度は見てみたいなと思います。最後に紹介するのが五所川原市の五所川原立ねぷたです。五所川原市は青森市の西側に位置している人口5万人ほどの都市です。五所川原市のねぷたは立ねぷたと呼ばれ、お祭りは毎年8月4日から8日に行われます。五所川原立ねぷたが登場したのは明治40年頃で、当時布家と呼ばれていた豪商などが力の象徴として巨大なねぷたを作るようになりました。しかしその後、大火が起こり町が焼失した際に設計図や写真が失われ、巨大ねぷたはしばらく消えてしまいました。1993年になり、
当時の設計図と写真が発見されたことで7メートルのねぷたが復元し、1998年に五所川原立ちねぷたが復活しました。五所川原立ちねぷたはやってまれという掛け声で街を練り歩きます。これは昔お祭りで町のねぷた同士が鉢合った際に口喧嘩に発展し、相手のねぷたを壊したりすることもあったそうで、その際のやってしまえという意味の津軽弁やってまれから来ています。このため五所川原立ちねぷたは喧嘩ねぷたとも呼ばれています。立ちねぷたは大型のもので高さ約23メートルになるそうです。立ちねぷたは祭りの後に立ちねぷたの館という展示館に保管されます。大型の立ちねぷたは毎年新作が一つ作られるそうですが、今年は立ちねぷたの館が改修工事を行ったため新作を作ることが難しかったそうで、去年と同じしばらく、閻魔、スサノオノミコトの3つが運行されるそうです。私は立ちねぷたを見るのも初めてだったんですが、その大きさに圧倒されました。目の前を通った時に見上げたら首が痛いくらいに高くて、青森市と弘前市のねぶたとは違った凄さがありました。
今回は青森市、弘前市、五所川原市のねぶたを紹介しました。近年は海外からお祭りに来る人も増えています。青森のニュース番組では留学生がねぶた祭りの羽人として参加したと紹介されていました。皆さんもよかったら8月の1週目は青森県に来てねぶた祭りに参加してみてください。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバーイ。